こんにちは、たかしです。本日は8月20日土曜日、週末ですので、来週22日からのポンド円の相場予想をしていきます。まずは週足です。今週の週足は、上髭、下髭の一応陰線という形で終えてますが、ほぼ実体はない状態ですね。現在はこの GMMA で支えられてここから上昇するのかどうかというところですが、全体的なイメージですと、ここのところずっと下げてきてますので、まだもう少し下を目指しそうな、そんな雰囲気です。一度ここですね、2週間前にこの GMMA でサポートされて、長い下髭の陽線で引けたんですが、そこからまた陰線。で、今回は実体はありませんが、やはり髭が長い状態というところで、もう少し下を目指すんじゃないのかなと考えております。ターゲットとしてはこの赤のラインですね。このトレンドラインなんですが、その辺付近まで下落してくるんじゃないかとは考えてます。今のところ、今週なんかは特にそうですが、上髭、下髭と出ておりますので、下に行っても上がる、上がっても下がるみたいな、そんなのを繰り返してます。かなり難しい相場とは思いますので、このままこの赤のトレンドラインまで下がってくるかっていうのは少し懐疑的なんですが、一旦の目安としてはその辺付近を目指しているのかなという感じです。ただ現状 GMMA はまだ上向いてて上昇トレンド中というところで、やはり下がったところでは強めの買いが入ってきて、また169円ぐらいを目指してくるのかなと、大まかにはそんなイメージですが、ここからもしこの上昇トレンドが崩れてくると、かなり大きく下落してくる。この辺、149円ぐらいまでは下落の余地がありますので、それは注意が必要ですね。現在インジケーター、ストキャスティクスは週中一度ゴールデンクロスしてきたんですけれども、結局は今それが解消されつつあるというところで、過去のこの辺ですよね。ここでのゴールデンクロス、ここでのゴールデンクロスと2対1まで下がってきたので、ゴールデンクロスは仕掛けたというところですが、やはり MACD がね、まだ弱いんですよ。なので、ここから上げていくというよりは、もう少しジリ安の状態が続くんじゃないのかなというふうには見えます。そして先ほど言ってたターゲットももう少し近くなってきましたので、もしかしたらこのままこういった感じでじりじりと下げながらターゲットを達成するのか、ズドンと下げるのかっていうのは分かりませんが、今の動きを見ていると、このまま大きく値幅で下げていくというよりは、期間的にじりじりと下げてきて、このトレンドラインにタッチするあたりからの上昇になるのかなと、そんなイメージです。では、日足です。日足ではこの GMMA、今ちょっと右下がりになってきてますが、その GMMA で頭を押さえられて今下落中というところですね。インジケーターは方向感がありません。MACD も方向感がないですね。で、今、この GMMA とローソク足なんですが、ちょっと大きくしてみました。今ここで大きく陰線3本、そして陽線2本、陰線1本、陽線3本、陰線4本、陽線2本、陰線2本。これ、陰線と陽線の割合がちょっと変わってきているのがわかりますか？最初は陰線が多かった。そこから一旦陽線が増えましたが、ここから陰線4本、陽線2本、そして今陰線2本。まだ途中なんですけれども、ここで陰線4本に対するこの陽線2本っていうのは調整の上昇のようにも感じます。ローソク足、この陽線ですね、大きかったので、ここは反発していくのかなと思いきや、結局この GMMA でかなり上値を抑えられて、この辺すごく上髭が出ているのがわかりますよね。今はこの陰線4本に対する陽線2本の調整を終えて、そこからさらに下落していくというようにも見えてきます。現在はこの GMMA まだ収束しているので、上抜ける可能性もあるんですが、それでもここで1回、ここで2回と上値を完全に抑えられてきているのがわかりますので、やはりここからは一度下を目指していくんだろうなという、そんな感じですね。先ほど週足で言ってたトレンドラインのここですね。ここまで下げてくるかどうかはわかりませんが、一旦は今、この辺でのボックスになってますので、160円ぐらいを目指して下落してくるんじゃないのかなというふうに見えます。では4時間足です。日足ではここから下げていきそうなんですが、4時間足としては今ここの白のゾーンで挟まれた中でのレンジなんですね。ただ上値を切り下げてきてますので、下抜ける可能性も大いにはあるんですけれども、今この白のゾーンの付近、この下の方の白のゾーンに今来ましたので、ここからは反発のタイミングになってきます。ただ、先ほど言いましたように上値を下げてきてますので、このまま下抜ける可能性もあるんですけれども、一旦は昨日もここで反発をしてきてますので、これが週明けどうなるかというところですね。
基本的にはここ、1時間足ではここに下落トレンドを描いてますので、上昇したところはまた下落してくると思いますが、今ここでディセンディングトライアングルのようなものを描いて下落してくるのか、それとも週明け、ここから反発をしなくてそのまま下げてくるのかっていうところです。ここ1週間も非常に分かりにくい動きをしていたなと思いました。昨日も上げては下げ、その前の日も上げては下げというところで一旦上昇すると思いきや結局それ以上の大きな陰線で下げられてきてます。ただ昨日金曜日に関してはちょっとその辺が分かりにくい。結局行ってこいにはなってるんですが、陰線がそれほど大きいわけでもなく、しかもここ今安値圏ですので、ここでサポートされているようにも感じますので、その辺が分かりにくいですね。とはいえ、ここのところずっと最後まで陰線連続で引けてますので、下髭が出ているのは出ているんですが、やはり弱いなという感じですね。そして気になるのがこの MACD です。今下向いてますよね。ここ昨日、後半下げてきたので下向いていると言えなくもないですが、この、MACD の下落が起こり始めたのが、この木曜日のこの上昇付近からなんですよね。ここ上昇して下落してきてるんですが、大きくはここ今横ばいのレンジになってるんです。その中で MACD が下向いてきているというところでダイバージェンスが起こりかけてるんですね。もう少しダイバージェンス完成までは時間がかかるとは思うんですけれども、週明けこの辺で上げ渋るような動きを見せるのなら、そこからは大きく下落してくる可能性が高くなってきているなというふうに感じます。ただ今やはりここ反発ポイントですので、この辺161円から161.5 っていうところは強く反発が行われているところですので、この辺に下げてくればやっぱり反発は起きるんだろうとは思いますが、今、だんだんとこの GMMA も下向きになってきてますし、日足の GMMA もここから上にのしかかって、かなり重い状態になってきておりますので、上がったところでは売られていく。そして一応目指すのはこの黄色ラインぐらいが一旦のターゲットかなと見ております。一旦ここ安値切り上げてますので、このターゲットぐらいまで下げてくる。で、それより下げるならここの白のボックス加減というところでしょうか。で、日足ではまだ下げそうな雰囲気ですので、一旦は160円というところで、この辺で反発が起こるのを待つ。そこからのもう一段下落という風になっていくのかなと。そうすると週足のトレンドラインぐらいまで下げていくのかなと思ってますので、分かりにくい動きをしてるんですが、上がったところは売っていくっていうのがいいんじゃないかなとは考えてます。では、1時間足です。1時間足はかなり分かりにくい動きだというのが分かりますね。この上げては下げ、上げては下げっていうのを繰り返してます。そしてこの黄色のトレンドラインですね。今ここに綺麗に反応して下がってきてますので、もし週明けここまで上がってくることがあれば、ここは売りポイントになってくるのかなと考えます。そしてこの上の方は今、日足の GMMA が乗ってきてますので、だんだん重くなってきている。4時間足の GMMA も下向きかけ、1時間足もここ今、だいぶ下向いてきて、少し今開きかけになってきてますので、次ここまで上がってくるとき、この GMMA に接触するあたりっていうのは、もしかしたらここが戻り売りポイントになってきて、この黄色のラインまでは上がってこない可能性もありますので、週明け上昇すれば戻り売りっていうのをしていきたいかなと。で、目安としては一旦はこの GMMA 付近。ただ、ここをですね、今この先のここが安値になっているんですが、今その付近で上げ渋っているので、もしかしたら週明けここからこのまま続落という可能性も考えられますし、もう一段上昇するようですと、この GMMA 付近、それからこの黄色のライン付近っていうのが次反応してくると思いますので、その辺での戻り売りを考えるのがいいのかなと。またもしロングを狙うのであれば、今ここは反発ポイントと先ほど4時間足でもお話ししましたが、ここでの引き付けてのロングっていうのはありだと思います。ただ、今下抜ける可能性も強くなってきてますので、ちょっとその辺は注意ですよね。インジケーターは分かりにくい動きをしてますが、ストキャスティクスは安値圏に張り付いてます。4時間足のストキャスティクスがもう少し下げる余地がありますので、もう一段下落したところぐらい、161円に近づいてきたところ、もしくは 161.5 に引き付けてですね、この辺の安値に引き付けてのロングエントリーならありと思いますが、もしかするとあまり反発しない可能性も高くなってきてますので、短く利確がいいんじゃないでしょうか。それでもこの動きを見てますと結構上昇するかもしれませんので、反発してきたらこの黄色ラインぐらいまで上げてくる可能性も大いにありますので、引き付けてロングで引き付けてショートというところで週明けは狙っていくのがいいんじゃないでしょうか。やはり基本的には分かりにくい動きをしているんですが、上位足は下を向いていますので、上がったところでは売っていかれるとは思います。ただこの激しい値動きを見てますと、その売られるからといってどこからでもショートを持っていいというわけで
ではなく、やっぱりきっちり上がってきたところで引きつけてショートを持っていかないと、こういう動きがありますので、かなり怖くなってきます。ですので、あるポイントまで来て、そこでの反発を確認してからのショートエントリーっていうのがいいと思いますし、ロングエントリーも同じように、こういったポイントに来たところでの、こういった下げ止まりですよね。それを確認してからのエントリーがいいんじゃないでしょうか。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。